魔法使いを志していた少女はあの日、すべてを失った。友も、帰るべき場所も。完全に立ちはだかるまがまがしい二つの黒い影は、シルビー、ルシアとは似ても似つかないまがいものだ。何としてでも奪い返さなければならない。目的のためなら誰であろうと容赦なく葬り去る。この魔女の名はディアベルスター。狼の爪を携えた毛皮を首元にくるりと巻き、コウモリの羽を模した大釜を強く握りしめると胸に誓う。黒ずきんの目次へようこそ。広き森での出来事のその後を描く新テーマ、アザミナが診断、レイジ・オブ・ザ・アビスに登場です。財宝つながりということもあって、今回白き森との混合構築について紹介しますが、あのデモン・スミスにも匹敵するほどの出張性能を誇るテーマですので、白き森を組んでないという方もぜひ第一章だけでも覗いてみてください。またこれから白き森を触るよという人へ向けて、必要な情報をすべて網羅した白き森の教科書を開きました。白き森を一から覚えるにあたって非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、白き森がより楽しくなる一冊となっています。目次です。3章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章アザミナの出張。アザミナモンスターは闇属性幻想魔族で統一されていて、属するモンスターのすべてが融合モンスターです。融合テーマといっても、基本的に正規の素材を使って召喚するわけではなく、そのレベル4につき1枚の財宝カードを墓地へ送ることで融合召喚できます。白き森同様手札を消費する側なので、一見アンチシナジーに思えますが、組み合わせてみると意外にも形になりましたし、それ以前に冒頭でもあった通り出張性能が圧倒的です。簡単に言えば、黒魔女ディアベルスターや彼女に触れる財宝狩りの悪魔から、なんと召喚権を使うことなく万能無効効果持ちを立てることができます。ノイズが1枚だけにもかかわらず、特段制約などはありません。さすがの勇者も涙目の性能。加えて展開途中で白き森魔法罠の共通回収効果を内蔵する財宝のささやきにも触れるため、白き森展開のコストまで確保してくれるという充実っぷり。そして何より白き森×アザミナという組み合わせですよね。財宝ストーリー好きからしたらたまらないです。では早速、ざっくりですがアザミナカードやその動きについて見ていきましょう。1、財宝の欺き。白き森のシルビー、白き森のルシアの肉体がアザミナへと変貌していく様が描かれています。裏切りの財宝シルビア、死の財宝ルシエラを見るに、財宝化した彼女らの魂は肉体とは分離しているようです。財宝カードなので黒魔女ディアベルスターから触れます。このカードを初動にすることもできますが、それにはモンスターのコストが必要で、白き森的にはこれが重く相性が悪いと言われています。ただディアベルスター初動であれば、ディアベルスターをコストに展開することができます。彼女の SS にも手札コストは必要ですが、カードの種類は問わないので幾分かマシになります。丸1効果により手札場のモンスターをリリースすることでアザミナカードをサーチできます。まずはこの効果で聖なるアザミナを持ってきましょう。2、聖なるアザミナ。アザミナ専用の融合魔法で唯一のノイズです。丸1効果でレベル4につき1枚手札場の財宝カードを墓地へ送ることでアザミナ融合モンスターを融合召喚できます。
この効果で場の財宝の欺きを墓地へ送り、アザミナレア・シルビアを融合召喚します。3、アザミナレア・シルビア。白き森のシルビー及び白き森の魔老シルビアがアザミナ化した姿。12期版グリフォンライダー。自身をリリースすることで相手の効果を何でも無効できます。これで終わればまだ良かったのですが、問題はここから。融合魔法の聖なるアザミナは、墓地のアザミナモンスターをデッキに戻すことで墓地から回収できます。加えて墓地へ送られた財宝の欺きもまた、エンドフェーズに手札に回収することができます。これにより妨害効果を使って墓地へ行ったとしても、シルビア含め融合に必要な札一式を回収できるため、次の自分ターンには再びシルビアを融合召喚できる永久期間が出来上がるのです。この3枚だけでも出張として完結していますが、これでは白き森の魔法罠コストを確保できていませんので、もう1枚のアザミナも紹介しておきます。4、アザミナム・ルシエラーゴ。白き森のルシア及び白き森の魔性ルシエラがアザミナ化した姿。丸1効果により融合召喚時にアザミナカードもしくは財宝カードをサーチできます。制限カードの現財宝スネークアイや財宝狩りの悪魔のサーチが強力なのはもちろんですが、妨害効果を持つまどろみの財宝モーリアンのほか、白き森では財宝のささやきへのアクセスが重要になります。ここで実際の展開を見ていきましょう。第2章展開の紹介。ディアベルスターから魔法罠コストを確保しつつ、シルビアを構える動きを紹介します。ディアベルスターの SS 時、デッキから財宝の欺きをセットして発動。ディアベルスターをコストに聖なるアザミナをサーチします。聖なるアザミナの効果で財宝の欺きを墓地へ送って、融合召喚、アザミナム・ルシエラーゴ。ルシエラーゴの融合召喚時、財宝のささやきをサーチします。この段階でささやきをコストに、アステーレやリゼットの効果を使います。相手目線財宝の欺きやルシエラーゴの効果を通してしまうと、万能無効効果持ちのシルビアが出てきてしまうため、相手のデッキがわからない状態でここまで手札誘発を保持する余裕はありません。その後コストとなったささやき及び墓地の聖なるアザミナの効果で聖なるアザミナとルシエラーゴをサルベージ。聖なるアザミナの融合召喚効果には名称位置がないので、再び発動してささやきを墓地へ送りアザミナレアシルビアを融合召喚しましょう。これにより以降はニビルをはじめとした手札誘発もろもろをケアしながら展開できます。仮に白き森展開に誘発を打たれた場合は、ルシエラーゴとアステーレを使ってリトルナイトをリンク召喚します。聖なるアザミナの墓地効果でサルベージし、シルビアを融合することで最低限に妨害立ちます。白き森展開の手札コストに余裕がある場合は、ルシエラーゴからまどろみの財宝モーリアンをサーチしましょう。モーリアンは場にレベル5以上の幻想魔族がいる際に墓地からセットすることができ、場では月の書として機能します。場から離れると除外されてしまうため、白き森のコストにすることはできませんが、これにより白き森展開の前にシルビアともう一妨害作りつつ、安全にアステーレやリゼットを通すことができます。G を打たれた際も、ルシエラーゴからモーリアンをサーチします。2ドローにとどめつつ、シルビアとモーリアンの2妨害を構えることができます。シルビーとの引きかぶりもいい感じです。前期の白き森の悪魔をサーチしつつバロネスをシンクロ召喚。ジールだけを展開することなく4妨害作ることができます。第3章構築の紹介。第1章でお話しした通り、白き森は墓地に送りたいモンスターがいないので、缶積みはディアベルスターのみで欺きはピン刺しです。
風向きのサーチ先が聖なるアザミナしかないため、2巡目を考えてアザミナハマルピアの採用も検討しましたが、広き森からアザミナに触る手段がないですし、ノイズを増やしたくないので採用を見送りました。スペーリャ、リゼットに加えてディアベルスターと通常の白き森以上にコストを要するためチキンレースは必須級です。ディアベルスターの SS はチェーンブロックを組まないため、白き森魔法罠の回収効果を適用できません。そして大事な点として、この構築では言い伝えの使い勝手がいいです。条件付きのこのカード、通常の白き森では初動札としてはいまいちでしたが、アザミナ白き森では発動条件を満たしやすく、コスト兼初動としてしっかり機能してくれます。ノーリアンについては必須カードではないため、お好みで差し替えてみるといいと思います。エクストラは入れたいカードがあまりないので、サイドの超融合用モンスターをメイン投入しています。大砲カード2枚を墓地へ送って出せるレベル8のアザミナモア・レジーナは召喚条件が厳しいためひとまず不採用です。今回紹介したアザミナ、メインデッキのパーツが少なく準構築はまだまだ難しそうですが、特にモンスターコストを切りたいデッキにおすすめのパーツでした。大砲ストーリーのさらなる展開にも注目です。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。